皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕が最近読んだ傑作と言われている漫画を紹介したいと思います。今回紹介する漫画は萩尾元さんのポーの一族です。ポーの一族の作者の萩尾元さんは少女漫画の神様と言われている漫画家なんですが、描いている漫画はいわゆる少女漫画の域を超えていて、文学作品とも言える漫画を描いていると思います。ヘルマン・ヘッセなどを愛読していたそうで、僕も最近彼の車輪の下を読んで、萩尾さんの一端を知ることができたと思います。僕のチャンネルで以前紹介した萩尾さんの作品、半神も、自分とは何なのかという根源的なテーマを持っている作品だと思います。今回紹介するポーの一族は、永遠に生きることができる吸血鬼の一族を中心にした漫画で、1972年から1976年にかけて断続的に連載されていました。が、実は2016年に40年ぶりに新作が月刊フラワーズに掲載されて、今も連載しているみたいです。今回は72年から76年のポーの一族について話したいと思います。ポーの一族シリーズは最初は短編としていくつかのエピソードが掲載され、その後にメインのエピソードともいえる3部作、ポーの一族、メリーベルと銀のバラ、小鳥の巣が掲載されました。そしてその後にまたいくつかの作品が掲載されました。3部作の1つ目、ポーの一族では、ある吸血鬼の一家と、その中の一人のエドガーが学校で出会ったアランを中心にして物語が進んでいきます。友情や恋はもちろん、汚い大人の世界や、それに抗おうとする子供も描かれていて、とても少女漫画とは思えない大人向けの物語だと思いました。セリフやモノローグもとてもかっこよく、なおかつ詩的で、文学作品を絵とともに読んでいるようなシーンがいくつもあります。絵や小回りも少女漫画の完成形と言えるほどのクオリティで、今の漫画にも引けを取らない斬新なアイデアや構図が盛り込まれています。冒頭のエドガーが妹のメリーベルに近づく絵は一枚の絵画のようですし、彼女の別れを惜しんでたのという最初のセリフからは、この物語全体に漂う詩のような美しさを感じ取れました。皆さんもぜひ下のリンク先で見てみてください。他にも吸血鬼の夫人と医者が海岸で出会うコマも個人的にとても好きです。またこの第1部には第2部に出てくるキャラクターやシーンのフラッシュバックが挿入されているので、第2部を読んだ後にもう一度第1部を読むと新しい発見があると思います。第2部のメリーベルと銀のバラでは、物語は過去に戻って幼いエドガーとメリーベルが森の中に捨てられるシーンから始まります。前半では主にエドガーが吸血鬼になった経緯が描かれ、後半ではエドガーと離れて暮らすことになったメリーベルとその周りにいる人たちの複雑な人間関係が描かれます。後継者争いや母親の歪んだ愛情など、とてもディープな内容が美しい草花や豪華絢爛な貴族の生活とともに描かれています。自分の中の理性が言っていることとは全く逆の行動をとってしまうキャラクターたちからは、欲望に逆らうことができない弱さと正しさを感じました。絵や小回りももちろんこのエピソードでもクリエイティブで、初めて見た手法がたくさんありました。42ページと43ページでは黒いコマが対照的に配置されていて、これを意図的にデザインしていたらすごいなと思いました。58ページと59ページでも似たような手法が使われていました。あと70ページのエドガーとシーラ夫人のなぜ3連発のラリーが個人的にとても好きです。第3部の小鳥の巣は全寮制の男子校もの
ギムナジウムものと言っていいと思います。主に女性に人気があるジャンルなんですが、この小鳥の巣は一つのミステリー、一つの文学作品として誰でも楽しめると思います。エドガーとアランが全寮制の男子校に入り、他の生徒と一緒に暮らすんですが、その学校ではロビン・カーという生徒が2年前に死んでいて、その真相が徐々に明かされていくミステリーのような展開になっています。男子生徒たちの無垢な笑顔や悲しみに暮れる表情が死や罪などの重厚なテーマとともに描かれています。この第3部では光の表現が秀逸で、例えば太陽の日差しの下で遊ぶ生徒たちには神々しささえ感じました。またタイトルが出てくる前の冒頭3ページも完璧な仕上がりで、3ページ目のラストのアランのセリフ、結構素敵なシーズンになりそうだからタイトルに行く流れがめちゃめちゃかっこいいです。下のリンク先で読めますので、ぜひ3巻の冒頭3ページを読んでみてください。他にもアランと2人の少女との甘酸っぱい三角関係の話や、エドガーが記憶をなくしてしまう話など、様々なジャンルの短編があり、萩尾さんの知識の広さ、才能を改めて感じました。愛情と破滅が同義語として扱われているような妖艶で文学的な漫画を読みたい方は、ぜひこのポーの一族を英語バージョンでもいいので読んでみてください。これからもいろいろな漫画を紹介したり、漫画の中に出てくる日本語を紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中の難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。